山奥の一軒家にどんな人が住んでいるか。衛星写真から山の中にある一軒家を探すというコンテンツ。ある程度下調べしていくのだが、行ってみたら空き家だったとか、門前払いされたとか、そのようなことも珍しくないという。実際、番組内で地元の人に尋ねてみると、今は空き家というような返答があるのは珍しくない。また、そんな山奥に住むくらいだから、そもそも人間嫌いだとか、偏屈者が住んでいることも、ざらにあるそうだ。そういった取材の成功例が番組になるのであって、失敗数もそれなりにあるらしい。そんな失敗談から、私が聞いた恐怖体験を紹介したい。番組ディレクターの上田かっこかりは、信越地方の山奥に点在する一軒家に目をつけていた。幾重にも連なる山間に囲まれた、まるで人を寄せ付けないような場所に存在するような一軒家に、興味がそそられて仕方がない。母屋と思われる家屋の横には、大きな倉庫だろうか、別の建物も確認できた。そこに行くには苦労しそうですね。同行するカメラマンの山目かっこかりは、衛星写真を見ながら上田につぶやいた。近くには民家がなく、集落と呼べるものは見当たらない。写真からも、一番近い集落から相当離れているようだった。ただ、番組的には美味しいのではないかと、この時は楽観的に考えていたという。実にコンセプトに合った一軒家じゃないか、ここ行ってみないか。都心から関越自動車道、上信越自動車道を通り、途中休憩を挟みながら、5時間ほどで目的地付近まで到着した。予定時間よりだいぶ早く着いたことで、早朝に出てきた甲斐があったなと時間の余裕を感じながら、地元のそばに舌鼓を打った。写真で見た、一番近いと思われる集落にたどり着き、目的地へつながる道を目指そうと、人を探した。季節は冬、雪がちらつく空模様とあって、なかなか外に出ている人が見当たらない。集落を適当にぶらついていると、農作業をしている老人に出会った。お仕事中すみません。この場所ご存知でしょうか？自分が番組制作者であることを伝えた上で、衛星写真を見せた。老人は番組を知らない様子であったが、にこやかな表情を浮かべ、衛星写真に目をやった。数秒眺めると、急に表情をこわばらせた。この場所はやめた方がいい。そこには誰も住んでいないし、遊びで行くもんじゃない。老人が血相を変えて、吐き捨てるように言った。何かある。上田はそう感じて詳細を迫った。だが、老人の口は固く、それ以上語ることはなかった。それから集落を回り、数人の住人に一軒家について尋ねてみたが、皆々が同じような対応だった。それでも上田は聞き込みをしながら、一軒家へ通じる道を探す。だが、なかなかそれらしい道は見つからない。今回は空振りですかね。山部はスマホで地図を見ながらそうつぶやいた。せっかく来たのにな。まあこういう日もあるよ。でも住人の反応を見ると、なんか曰くつきっぽいですよね。山部さんもそう思う。俺もなんとなくそれ感じた。だから余計にここまで来て手ぶらで帰るっていうのも、なんか尺ですよね。笑い。あはは、そうだとしたら番組が違うけどな。探しているのは心霊スポットじゃないんだけど、笑い。二人は冗談を言いながら、半ば諦めかけていたとき、ふと、山につながる道を見つけた。こんなところに道があるぞ。ナビにも Google マップにも、道は表示されてないですね。細い道だけど、一応舗装はされているが。上田さん、行ってみません。ダメ元で。ダメだったら引き返せばいい。山部の提案に、上田はハンドルを切った。先ほどまで通ってきた道とは違い、うっそうとした木々に囲われたような暗い雰囲気の中、
細い道が続く。車はほとんど通らないのか、道には落ち葉で埋め尽くされており、雨でも降ればスリッとしそうなほどだ。ガードレール下には沢が流れており、水のせせらぎが聞こえた。おそらく、数年はまともに補修はされていないであろう。舗装路はところどころ荒れており、車も上で左右に大きく揺れた。さらに進むと、車一台がやっと通れるくらいに道幅も狭くなる。幸いコンパクトカーで取材に来ていたこともあって、慎重に進めば問題なく走行できた。こういう道にも慣れたよな。取材を通して、幾度となくこういった道には出くわしてる。さすがに経験がものを言うのか、ガードレールがない、崖に隣接した道にも、臆することなく進んでいく。この先にありますかね。引き返すにも U ターンできる場所もないしな、行けるところまで行ってみよう。ただひたすら細い一本道が続く中、二人は若干の不安を感じていた。本当にこの先に目的地があるのか、車を U ターンできる場所があるのかどうかなど。そんなこんなで1時間くらい走っただろうか、幾重にもうねった道を進むと、木々の向こうに建物らしいものも見え隠れしていた。あれじゃないですか。山部が少し興奮気味に指をさして声を上げた。ふいー、それっぽいね。長いこと、道なき道を走っていたことの緊張から解かれたことで、上田は安堵のため息をついた。車から降りて大きく背伸びをしながら、上田は辺りを見回す。山の奥の一軒家らしく、周りは木々に覆われている。車を止めた先は上り坂が続いており、母屋と思われる家屋につながっていた。家屋は築50年、いやもっと古いかもしれない。昔ながらの農家といった作りをしているが、当時は立派であったろう屋根瓦は、ところどころ欠けている様は、なんともみすぼらしい。近くには畑だったのだろうか、雑草が生い茂り、今ではその面影だけが、かろうじて残っている。そんな荒れ果てた様子を見る限り、下の集落の住民が言っていたように、誰も住んでいないようだ。敷地内には写真で見た、もう一つの大きな建物。よく見れば、豚か牛を飼っていたような、畜舎のように見える。大きく古びたそれは、母屋よりも朽ちており、今にも崩れそうなほどであった。二人はそんな寂れた光景を眺めながら、母屋へと向かった。ごめんください。どなたかいらっしゃいませんか。母屋前で、大きな声で挨拶をする上だ。しかし返事はない。帰ってくるのは、虚しくもこだました自分の声だけ。静寂の中、しばらく待つもやはり人の気配は感じない。誰もいなそうですね。外れか。まあせっかくここまで来たし、もう少し撮影しておくか。山部はここまで来るまでに、車中からずっとカメラを回し続けていた。目的地は無人とはいえ、コンセプト通りの一軒家。これはこれで素材になるからと、撮影を続けていた。玄関から右手に回りながらふと窓に目をやると、人影を見つけた。作業着を着た60代くらいの男性が、窓からこちらの様子を伺っている。山部に促され、上田も男性の存在に気づいた。突然すみません。私、上田と申します。〇〇という番組の撮影で伺ったものですが、少しお話を伺うことはできませんか。男は問いに何の反応もすることなく、こちらをただ凝視していた。少しすると、男は表情を変えることなく無言のまま、部屋の奥に姿を消す。上田は自分の声が届いたものと思い、その場で男も出てくるのを待った。山部も同じ期待を持っていたに違いない。よかったですね。住んでいる人、いましたね。ほんとだね。やっと報われた気がするよ。苦労してきた甲斐がありましたね。二人は談笑しながら、男性が出てくるのを待った。1分、
2分、3分、5分待っても、男性が玄関から出てくる気配はない。全然出てこないですね。こっちには気づいていたはずなんだけど。もしかしてうんこでもしてるんじゃないか。上田が再度、男性に呼びかけた。すみません。お忙しいところ申し訳ありませんが、少しだけお話聞かせていただけませんか？返事はない。ごめんください。お邪魔しますよ。何度呼びかけても返事一つしない相手に対し、上田は痺れを切らし玄関に手をかけた。ガラガラという昔ながらの引き戸が放つ音を耳にしながら、玄関の中を覗き込んだ。うわ、なんだよこれ。玄関の先には広い土間が広がり、奥には今と思われる広い部屋。古い農家という感じの作りだが、土間から今にかけて、壁や廊下、天井と、びっしりと赤いお札が、所狭しと貼られている。もちろんその奥の今にも、お札は張り巡らされていた。その異様な光景に、二人は息を呑む。上田さん、ここ何か変ですよ。もう帰りましょうよ。カメラを回していた山部は、その不気味さに引き返すよう促した。上田は静かに玄関を閉めた。山部の言う通り、ここは何かおかしい。あの男といい、玄関先の異様さといい、下の住民が言っていたように、ここには来てはいけなかったのか。だとすれば一刻も早く、ここから立ち去るのも無難、そう思った刹那。ブヒー。背後から豚のような獣の声が響いた。それも一匹や二匹じゃない、けたたましい無数の豚のような鳴き声が聞こえ出した。何？急に、イノシシ。なんなんだよいきなり。振り返った二人の目に、声の主は映らない。声のする方向に目をやると、どうやら朽ちた畜舎から聞こえるようだ。上田と山部は急ぎ車を目指して走り出した。その間も畜舎からは絶え間なく獣の鳴き声が響く。やばい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 。ここは何かおかしい。上田と山部は必死に車へと走った。畜舎の前で上田も立ち止まって大きな声を上げた。うわー。その光景を目にした山部は悲鳴を上げた。畜舎の中に無数の朽ちた首吊り死体が揺れていた。男か女かも区別がつかないほど黒く朽ちたそれは目を覆いたくなるほどあまりにおざましい光景。それらの足元には黒い何か豚のような獣が群がっていた。ギー、ギー。獣の集団が遺体にむさぼりついている。遺体が揺れるたびに縄のきしむ音が二人にははっきりと聞こえた。おえー。山部さん、しっかりしろ、山部さん。おえつしながら、その場に呆然とへたり込む山部。恐怖のあまり失禁したのか、ズボンの股間周りが濡れていた。腰が抜けて動けない山部の、ジャンパーの襟首を必死に掴んで、引きずりながら車へと戻る。その間も、絶え間なく獣の鳴き声があたりを包んでいる。山部を押し込むように車に乗せ、上田もすぐに乗り込んだ。上田さん、あれなんですか？あれなんですか？わからない。わかるわけねえだろ。あんなもん。車に乗り込んだことで正気を取り戻したのか、山部は上田に食ってかかる。二人は喧嘩するように怒鳴り合っていたが、おそらく本能的にそうしていたのだろうと、後に二人は語った。そうでもしないと、スピーカーから流れるノイズ音と、ナビの意味不明な音声案内で、発狂しそうだったと。お互いがまともであることを確認するためにも、大声で怒鳴り続けたそうだ。二人が無事下山できたのは、夕暮れで日が完全に落ちた頃だった。やっと降りられましたね。山部が肩を落として、上田に声をかけた。もう大丈夫だよな。そう思いたいです。
それから何事もなく車を走らせていくと、1軒、2軒とぽつりぽつり民家が見えてくる。集落に入ったことで、二人は少し安堵した。ああ、ここまで来ればもう一安心だな。そうですね。にしてもこの辺り、みんな戸締まりが早くないですか。一点も電気がついていないですよ。集落に入り、目にする民家すべてが真っ暗。それどころか、街灯一つさえ明かりがない。そんな異様な光景に、二人の背筋を冷たいものが伝っていく。上田さん。山部さん、大丈夫、先を急ごう。山部の言いたいことは察していた。その言葉を遮って、上田は黙って車を走らせた。時に取材で、妙な出来事に遭遇する。これもそんな体験談の一つである。